今回は、ブランデーベースのサイドカーっていうカクテルをお作りしたいと思います。使う材料なんですけど、ブランデーでこのコアントロ、うちはちょっとこのコアントロノワールっていうのをちょっとほんの少しほんと隠し味みたいな感じで入れるんですけど、そしてあとレモンジュース、こちらは本当に基本的に言ったらブランデー、ホワイトキュラソー、レモンジュース、このちょうど3つを、使って作るカクテルなんですけど、このブランデーをこうちょっと他のベースに変えていくと、例えばジンであったりホワイトレディ、ウォッカになるとバラライカで、このブランデー、このコニャックじゃなくて今度は少しこうリンゴのブランデー、カルバトスに変えるとアップルカーで、今度テキーラ、お塩つけてレモンじゃなくてライムで作るとマルガリータ、これ結構有名なカクテルですけど、あとはそうですね、ラムベース、本当にこう最後に締めてのような名前の由来の XYZ、XYZ って書くんですけど、カクテル名で言ったら XYZ、そういったカクテルの、基本的なこう言ったら何ですかね、もう方程式、もうサイドカーをブランデーをどんどん変えていくと違った名前のカクテルになる。俗に言う全部このサイドカーベースなんで、例えばジン、ホワイトレディになりますけど、ジンサイドカーで、ウォッカだとバラライカ、ウォッカサイドカー、そんな呼び名があったりもするようなスタンダードのカクテルなんで、今日はこちらのブランデーベースのオーソドックスなサイドカーをお作りしたいと思います。
はい、完成しました。このカクテルは1910年代にロンドンで創作されたブランデーをベースとした代表的なカクテルです。由来については諸説ありますが、中でも最もロマンにあふれているのが、第一次世界大戦中にサイドカーに乗って撤退するフランス軍将校がレモンをかじりながらキュラソーとブランデーを飲み続け、追ってからの恐怖を紛らわせたという故事に由来するものです。飲みやすくもアルコールがしっかりと効いたブランデーベースのカクテル、その名もサイドカー。ぜひお試しください。ではちょっとテイスティングしたいと思います。いきます。ジーザス。もう本当に一口飲んだ時に、オレンジを感じます。ブランデー、コアントロ、レモン、まあ言ったらその三位一体がもうオレンジを作り出す。でもやっぱりこのブランデーの大人っぽさみたいのがあるんで、こうスッと入ってくる、まあウォッカとかジンとかラムみたいな感じはまたちょっと違う。やっぱりこれが本当のサイドカー、まあ、とにかく大人っぽさ、あとは上品さ、エレガントさ、まあ、そういう味のこう凝縮されたようなショートの本当にこうスタンダードカクテルも本当にこうジャズ、音楽のジャズをちょっと感じるような、昔からやっぱ味は変わらないけどいろんな形があって、サイドカーもお店によってサイドカーのブランデーが違ったり、コアントロ、まあうちはコアントロ使いますけどホワイトキュラソーでいろんな種類があるんで、でレモンジュースも産地によっては全然違いますし、例えばこれが国産の広島のレモンだったり和歌山のレモンだったり、まあそうなると今度味のテイストがちょっと和に寄ったりとか、まあそういった感じでこういろいろ使うものによって全然違うカクテルですけど、まあ一つ言えるとすれば本当にこう大人のオレンジを感じるっていうか、まあ基本的にはショートのカクテルで飲み口はまあ優しく感じますけど、まあしっかりとアルコールを感じるというか、まあそういったカクテルになりますね。でもやっぱこうサイドカードやっぱグラス重要よ。とにかく、どういうグラス？重い、なんか分厚いグラスで飲むよりやっぱ少しセクシーな口当たりの本当に薄いこういうグラスで、美味しいね。ごちそうさまでした。てか名前がサイドカーっていうのがさかっこいいよな。やっぱずっとみんなサイドカーって知ってるじゃん。ああ、そうですね。しかも昔缶のサイドカーってあったからな。確かあったよ。あ、なんだっけな。サイドカーでも炭酸入ってんだよ。ああ、じゃあだから俺が20歳過ぎぐらいの時に、すいませんサイドカーって、まあ俺が修行時代、サイドカーくださいって言われてサイドカーこう作るじゃん。たらすいませんこれ俺が飲んでるサイドカーと違うんですけどそれなんかシュワシュワしてたんだよ。サイドカーサワーみたいな感じでサイドカーって書いて売られててさ、で確かに俺もそれ見たことあったから、あ、多分その方はそういうふうに間違えてんだろうなと思ったから、じゃあちょっとソーダで割りましょうかみたいな感じ言ったけど、確かにそういう昔からこうあったカクテルで、もう何十年もまあ
語り継がれる、はい、受け継がれるみたいなカクテルだから、ここはやっぱり重要なカクテルだから俺はもうこういうのを大切にしていきたいね。でもやっぱり美味しいね。俺のサイドが美味しいね。そんな感じです。自画自賛でもありましたね。そうだね。こんにゃくの香りが残るんだね。で本日は、サイドカーブランデーベースのカクテルをお作りしました。いつも本当に皆さんご視聴いただいてありがとうございます。ぜひ皆さんもサイドカーバーに行ったら飲んでみてください。本日はどうもご視聴ありがとうございました。